ないんだよ。はい、どうぞ。はい。ババンババンバンバアリバビバビバババンババンバンバアリバノノババンババンバンバアリバビバビバババンババンバンはいバナはい、藤子さんでございますよ。本日もお付き合いよろしくお願いいたします。この番組はお休み前の約1時間、10時5分ぐらいから11時ぐらいまでの間、皆様と楽しい時間を共有して、夢見れるライブを目指しておりますので、皆様積極的に参加してくださいませ。で、番組の前半はこのように、にゃんこにカリカリと鰹節を用意しておりますので、猫の姿がそこそこ楽しめると思いますので、猫目的で参加される方は、ぜひ番組の冒頭にスマホを握りしめ、パソコンの画面にかぶりつき、息も止めて瞬きもせず、ご視聴いただくことをお勧めしておりますよ。そしてそのままくたばらないようにご注意くださいませ。ちゃんとチャンネル登録とグッドボタンを押して、スパチャを投げてからくたばるようにしてくださいね。で、今画面に収まっておりますのが、三毛猫のたまちゃん。画面に収まっておりませんが、白黒のくーたくん、グレーのぐーちゃん、白茶のゆりさん、チャトラのまさるくんと、我が家には全部で5匹のかわいい猫ちゃんがおりますよ。で、5匹のかわいい猫ちゃんがいる生活ってどんな感じなのかなっていうのをちょっと楽しんでいただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。で、猫のことをもうちょっと詳しく知りたいよと思われる方は、概要欄のところに猫紹介してありますので、そちらを読んでいただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。で、同じく概要欄のところに Amazon のウィッシュリストのリンクが貼ってありますので、そちらから10両ポチッとご購入いただければ、我が家に届く便利なシステムとなっておりますので、にゃんこに、シーバあげようかなと思われる方は、そんな便利なシステムをご利用いただくことをお勧めしております。ともひこさん、明日から踊り子んのって、畑毛、温泉かな、に、冬至に行きますにはいいな。ね、冬至って今流行ってるのかい？私もふとなんか冬至ってやってみようかなって思ってさ。で、うちからまあ近いところ、近いっていうかな。一泊したところで帰ってくるのにそんな時間かかんないから、まあ、にゃんこ置いといてもあんまりハードル高くないところがあるんでね。なんかそこでちょっと冬至とかやってみようかなって思ったんだけど、冬至ってどんくらい、1日じゃダメなのかなね、1週間とかやんなきゃダメなのかなみたいなな。なんかちゃんとしたね、わかんないからさ、どうしようかなみたいな、感じなんでございますよ。で、一日一個猫に関してのお話もしませんので、これから皆様と一緒に乾杯しようと思いますので、お付き合いよろしくお願いいたします。で、乾杯の時にジャスティースって言います。で、なんでジャスティースって言うかっていうと、後ろにいるうさ耳をつけていて、左腕が閉じている黒い観音様が、この番組のチーママでございまして、名前をたけしと言いますよ。で、たけしの言葉で、
乾杯のことをジャスティースって言いますので、一緒に言っていただけると嬉しいです。なんかちょっとびっくりした。はい、では行きますよ。せーの。ジャスティース。ゆりたうろうろしてますな。さっきうんち出たんじゃないの？入んないの？まだつかないのかい？はい、今日も塩入りのお湯。今日は結局、ほとんど沸かしたけど飲まなかったからね、ポットにお湯が残ったまんまだったんで、結構あったかい、塩入りのお湯ですよ。やっと入ったな。ともひこさん。2泊してきますにゃ。お、いいな。にゃんこはあれか、お世話してくれる人がいるのかな。畑毛温泉ってどこなんだろうな。踊り子に乗っていくところってどこ？関西の方、大分とか行くのかな。神田さん、ジャスティース、こんばんは、ボンソワ、本日もお付き合いよろしくお願いいたします。たまちゃんも入るのかい？いいの？どうしたの？やりたいんじゃないの？ともひこさん、ジャスティース、ジャスティース。てんたまさん、今夜もジャスティース。藤子さん、皆様、こんばんは。ボンソワ。本日もしぶとくやっておりますよ。よしさん、ジャスティース。ありがとうございます。ともひこさん、熱海の、隣の、箱なんていうの知らなかった。熱海のあたりか。確かにな、温泉街だっけ、あそこもね。だから、いいお湯だろうな、きっとな。暑いんだっけ、熱海のお湯って。なんか忘れちゃったな。もういろんなとこ行ってるし、ね、行った後はすごい覚えてるけど、もう時間経っちゃうと忘れちゃうな。使ったんだったっけな。ともひこさん、なんなみ、なんなみって読むのか。なんなみ読めないな。だから、熱海のあたりの地名も読めないのが多いのかな。私、苦手意識があるな。で、踊り子に乗って、踊り子ってどこだ？品川から乗れる感じなのかな。ともひこさん、間違えたにゃ。神波、神波っていうのか。神波でも読めないよ。なんかもう函館の箱っていう字じゃないって勝手に適当に適当に思って、箱かと思ったけど違うか。勘っていうんだな。そりゃあわかんなかったよ。そうそう。今日の質問がさ、中国行ったことありますかっていう質問なんだけど、行ったことある人もいるね。こんな人数少ない中でね。ねで、ほら、ピーチに乗るとしたら、どこに行くんだろうなって検索してたんだけどさ、この前つくづくな、成田は遠いなと思って、できる限り成田は使いたくないな、みたいな感じで。で、羽田でピーチに乗るのってどうしたらいいのと思ってさ、調べてみたらさ、なんか中国系に行くのはどうやらピーチでなんだっけ、羽田から行けるらしいんだよね。いや、そうかと思ってさ、じゃあ中国に行ってみればいいのかと思って、で、まあ中国に行った場合の料金をさ、なんとなく計算してみたんだけど、まあ交通費で5万ぐらい、往復5万ぐらいなんだな、みたいな感じで、と思って、5万は出せねえ。5万は出せねえやなって思って、一旦保留みたいな感じになったんだけど、で、ところでそうね、中国行くと済んじゃうみたいな。で、まあ、往復、羽田から行けるんだなっていうことと、まあ、往復いくらぐらいかかるんだなっていうことだけを調べたんだけどさ、普通に国内を移動する感覚でさ、いたわけよね。で、ふと、なんかね、そんなん調べてたからかわかんないけどさ、その中国に行った、人の、YouTube かな、見て、それでね、あ、そうかと思って、お金がさ、違うじゃん。
お金違うじゃん。そうだった、そうだったと思ってさ、もう海外なんてね、もうかなり何十年のレベルで行ってないからさ、ね、いつでも行けるようにパスポートだけはさ、持ってるんだけどさ、結局行ってないんでね、もう何十年のレベルで海外行ってないからさ、もうお金のことすっかり忘れてて、あ、そっか、お金を用意しないと、まずダメじゃんっていうのでさ、で、なんかちょっと調べ始めたけどね、調べ始めたっていうか、まあ、いくつか動画見てみたみたいな感じなんだけどさ、で、中国ってそうだと思って、その SNS 規制されてるからさ、他の国とは違うんだよね。あ、そうだよなと思って、SNS 使えないんだって思ってさ、ネット使えないんだ。うわ、わかんねえ。わかんねえと思って。んで、あとなんだっけ、あ、漢字だけどさ、全然読めないじゃんか。だから、なんだろう、漢字、日本人読めるっつってもさ、読めるっつっても、やっぱりね、英語より全然わかんないっていうのかな。英語もわかんないけどさ、それにしたって全くわかんないよなと思って、いやと思って、だから電車とかの地名っていうのなんかどこに行きたいのか、そこがどこなんだか、もうさっぱり1ミリも見当がつかなすぎて、いや、これハードル高すぎんなと思ってさ、なんか普通にピーチで羽田から、一本でいけんのね、ぐらいにしか考えてなかったけどさ、いやいやいや、待て待て待て。それ以前にいろいろあんなと思ってさ、これちょっといけねえなって思ったわけ。で、うちのじいちゃんがさ、母方のじいちゃんがさ、中国大好きだったわけよね。なんかもう暇さえあれば、なんか中国行ってたらしいんだよね。ってことはさ、ね、独学できっと、中国語なんかもさ、なんか話せるだか理解できるだか、まあ、そんな感じなんじゃねえかなと思って、ああ、でもそっか、じいちゃんもおばあちゃんも疎開っていうか、なんか逃げてたんだったっけな、中国だか韓国だかに。それで、まあ、その時に生活してたから、あれかも言葉の壁はなかったのかもしれないけどさ、いや、すげえな。じいちゃんすげえだなってさ、その時に思って、で、まあ、とりあえず言葉が分かれば、ね、まあなんとかなるだろうっていうのはあるけどさ、ネット使えなくて言葉分かんなくて、じゃあさ、Google 使えないんだよ。ええみたいな感じをね。で、その中国の中で使えるネットを使おうにもさ、中国語だからさ、わかんないんだよね。いやー、ちょっと、中国他の海外行くよりハードル高えなってさ、改めて今日初めて知ったんで、ちょっとびっくりしたんだよね。それで、中国行ったことありますかなっていう質問にしてみた感じですよ。たのこさん、こんばんは。ボスはカニタンさん、たのこさん、こんばんは。てんたまさん、たのこさん、こんばんは。たのこさん、カニタンさん、こんばんは。てんたまさん、こんばんは。てんたまさん、中国語は文法が日本語とあまり変わらないので、へえ、そうなんだ。英語よりは覚えやすいかも。ね、ただほら、その単語をさ、全く触れてないじゃん、普段の生活で。英語だったらまださ、ほら、普段の生活で触れてる部分があるからさ、ところどころ知ってる単語があればさ、なんとなくつなげばさ、なんか意味がわかるような気がしてくるけどさ、なんか英語単語が一個もわかんないから一個もわかんないから、もう1ミリもわかんないよねっていう感じね。ともひこさん、中国行くより、韓国や台湾の方がかな。
いいと思うに、ああ、そうだよね。だから、なんだ、韓国って中国じゃないんだと思ってさ。ってことはそのネットが使えないとか、ね、いうのがなければ、そっちの方がハードルがちょっとね、低いっていうのかなと思って。で、その中国は、クレジットカードも現金も、なんか使えないらしいんだよね。もう、じゃあどうしたらいいのっていうのでさ、いやって思ったのがさ、さっき見てたどうかな、女の子が、その中国に行くのに、中国は観光ビザかなんかを取らないと、なんか行けないらしいんだよね。で、そのビザを取るのに、なんか日数もかかるし、お金もかかるんだって。で、なんか経由みたいな感じで、何時間以内だったかなだったら、そのビザは、いらないよ、みたいな感じで。ただ、日本から、中国行って、中国から日本に戻るだけだとダメなんだけど、どっか経由して、だから台湾だったっけ韓国か韓国行って、中国行って、日本戻るみたいな感じで、だから一旦中国入りますみたいな、感じであれば、観光ビザがいらないらしいんだよね。で、そっちの方のがお金かからないから、まあいいんじゃんっていうのでね。ってことは韓国にも行かなきゃいけないのかみたいなね。韓国や台湾、韓国と台湾ってどっちが近いのね、だから、そうやってピーチで検索したら、ね、中国が出てくるからさ、そしたら中国が一番近いのかなんて思ってたんだけど、ね、韓国や台湾の方が近いのかな全然わかんないんだよね。すげえよな、みんなな。韓国とか行けるのすげえなって思ったよ。ね、お金がそうだよ。違うじゃんと思ってさ。クレジットカードも使えないのかって思ったらさ、じゃあどうやって支払えばいいんですかっていうのが、まあわかんねえなっていう感じ。で、アリペイだったっけ中国だとさ。アリペイをアプリでダウンロードして、で、そこにお金はどうするの日本円でいいってことまあその辺はね、実際使うときに調べればいいんだろうけどさ、わかんないけど、そのアプリのアリペイっていうのがあるから、で、それでもうほぼ支払いみたいな感じらしいので、アリペイは絶対にないと、あの、何もできない終了みたいな感じらしいんだよね。なので、スマホが壊れると、終了。スマホ壊れると終了ってなるらしいんだけど、もう1日目にしてそれが起きたらしいんだよね。スマホ2台なんか持ってないし、1台しか持ってないし、で、なんか知らんけど画面がつかなくて、でね、中国語なんでわかんないんで調べたいんだけれども、もうスマホ使えないと調べることも何もできないんで、もうとにかく終了っていうことになるらしくってさ、いや、帰れない。どうしたらいいのそんなんだったらさ。もう絶対嫌だ、みたいなね。で、なんとかその後、復帰したらしいんだよ、スマホがさ。で、よかったよって感じになったらしいんだけど、そりゃよかったねって思うけどさ。いやねえ、ほんと調べられないし、ねえ、で、支払いは全部スマホだしって、まあ楽といえば楽かもしんないけど、やっぱりね、紙ベースのものは、システム上ね、残ってないとこれはダメだよねっていうのをさ、まあ、それで知ったっていうのかな。だから日本は現金社会だとか言うけど、なんかいいんじゃないのそれで、みたいな感じだったね。なんか最先端ではあるけどさ、そのアリペイ使って全部ね、完結できることがほとんど
らしいんだけど、ただ100%ではなくて、なんかその外の屋台とかはそのアリペイが使えなくって、で、一応アリペイが使えなかった時用に、なんか予備に、WeChat を入れといて、で、WeChat が中国の LINE みたいな感じなんだけど、で、まあ誰かとメッセージやり取りするわけじゃないんだけど、LINEPay みたいなやつね。その、WeChat Pay みたいのがあって、で、それだったら使えるっていうことが、なんかあるらしいんだよね。で、アリペイが使えなくて、みたいなことがあるみたいで、で、一応予備でね、入れといてよかったっていう話だったんでさ。ねえ、もう、それも泣きそうになるしさ。アリペイしか使えないところがアリペイも使えないなんて言ったらさ、じゃあもうどうしたらいいのってことになるじゃんか。すげえなと思ってさ、よく行くなと思って。いやねもう本当よく頑張ったなって思いながら見てたよね。で、その最初、入国するときも、だから日本みたいにスムーズじゃないらしいんだよね。それって技術的にはまあ最先端なんだけど、なんかほら、地下鉄だかなんか乗るときに荷物検査があるみたいなんだよね。で、まあなんか書類とかをいろいろなんか揃えたりとかいうのもあるみたいで、なんかすごい時間がかかるらしいんだよね、いちいち。でもまあ、なんとか入国できましたみたいのでね。で、ホテルは取ってあるんで、で、夜遅くなっちゃったから、ちょっとお腹空いてるんだけどね、お店に行くのはちょっと夜遅いからやめて、とりあえずホテルに行ってね、そこでまあ、ウーバーイーツみたいのがあるから、で、それを、ちょっとやってみようみたいな感じで、で、ホテルに行ったわけよね。ウーバーイーツみたいなのやろうとしたら、で、それもやっぱり中国語だからわかんない中で結構頑張ってね、よくやってんななんて思うんだけどさ、まあ写真があるからそれでね、なんか判断してやってるみたいなんだけど、ただそのウーバーイーツの場合は、なんか中国の電話番号が必要で、で、中国の電話番号なんか持ってないから、結局注文できなくて、で、食べ物にありつけなくてっていうのでね、そうなんだよなと思って、海外あるあるでさ、食べ物にありつけないんだよねっていう事件があったよなと思って、で、専門学校ね、音楽の専門学校に行ってた時に、ロサンゼルスの、方の姉妹校があるんだよね。で、そこに1週間ぐらい、まあ10日ぐらいだったな、行くっていうのがあって、で、それに行ったんだよね。で、まあ、ルームメイトは、まあ、女の子なんでさ、まあ、ショッピングだなんだってもう浮かれててさ、なんかもう、って感じだったんで、私全然そういう、なんだ、ショッピングとか全く興味ないからさ、全く興味ないし、で、もうその異文化っていうのかな、全然英語喋れない人を、なんだ、受け入れてくれないっていうのかな。相手にしてくれないんだよね、そのロサンゼルスの時はさ。もう全然英語喋れないやつはなんかほっとくみたいな感じで放置されるんでね、食べ物にありつけなかったんだよね。で、なんか食べ物食べれなくて、最初ね。で、ずっと食べないわけにもいかないし、ただ学校に行けば弁当みたいのがね、出んで。で、弁当がね、ひどい。弁当がひどい。アメリカの弁当だからな。アメリカの弁当なんでさ。まあ、大きさはでかいんだけどね。だから大きさでかいからそれでお腹いっぱいにしようと思えばできるんだけど、だからみんな味が口に合わないとかで食べない。それすらも食べないんだよね。なんかこんだけ食べ物にありつけてないのにそれすらも食べねえんだすげえと思ったけどさ。なんかツナサンドみたいな
まあ、サンドイッチで、日本よりはでかいよね、大きさがね。それが2つ入って、でね、ラップされててみたいな感じなんだけど、それの上に、銀紙に包まれたチョコレート、ミントチョコがね、上にボンって乗っかってんだよね。で、サンドイッチの上にミントチョコがボンって、紙に包まれた状態で乗せられてんだけど、そのね、紙のね、色っていうのかなが、落ちちゃってて、もうサンドイッチに滲んでるわけよね。もうこれ、どういうことどういうことみたいな感じなんだけど、まあ私はそれも食べてたけどさ、で、今思えば、そこは避けとけばそこは避けとけばよかったなと思うんだけど、とにかくなんだろう、あんまり自分がね、どうしても嫌いで食べられないもの以外は、残さない主義なんでさ、それもしっかり食べてたよねって感じね。で、ほら、食べ物にありつけないんで、でっかいんでね、だから半分だけ食べといて、一応ね、半分はまたお腹空いた時用に取っといて、で、夕方ぐらいに、食べて、みたいなことしてたかな。んでね、そうだ、なんだっけ、ルームサービス、ホテルに泊まってるんでさ、ルームサービスで朝食は、注文できるから、で、これで注文することにしようと言ってな。で、朝食で食べ物にはありつけるようになったんだけど、まあ、3日目あたりぐらいかな。で、その後、今度は夕飯でね、中華料理店があるから、で、そこに行こうみたいな感じで。初日はね、マックかな。マックに行ったんだよね。でね、マックがさ、まあ値段も高いんだけど、量が半端ないわけよね。もうすげえ、へえって感じの量なんだよね。まあ、この値段でこの量なら別に、まあね、あまり高くはないかもしんないけど、そんな量いらないし、みたいな感じなんだよ。で、マックはちょっと無理だねっていうのでね、まあ、高いし量が多すぎるしっていうので、マックはちょっと無理だなっていうのでね、で、誰かしらが中華料理屋があったっていうので、そこに行こうみたいなね。でほら、外国だから日本と違うからね、一人で行動するわけにいかないんで、まあ集団でっていうのかな。何人かでまとまって、で、行動するっていうんでね、まあね、私は別にいいやと思っててもさ、そういうわけにいかないんで、だからまあ一緒にね、毎晩、そこ、中華料理屋に行って、で、なんか、中華食べてたかな、みたいな感じだったかな。まあ、それで、ようやく、4日目あたりぐらいから食べ物にはありつけるようになったんだったっけな、っていう感じなんだよね。で、まあ、時々、まあ、せっかく海外にいるんでっていうんで、学校の方もさ、なんか有名なレストランかなんかで食事する日があったりとか、あとはユニバーサル・スタジオに行く日があったりとか、あとはなんか教会のミサを受けるみたいな、なんかそんな日があったりとかでね。まあだからまあ教会とユニバーサル・スタジオは関係ないけど、そのレストランに行く日はまあ食べに行くからね、その時はまあ食べ物にありつけるんだけどって感じかな。あ、そう、一番最初ね、着いてすぐにフィッシュチップスを食べたんだ。イギリスじゃないんだけど、なんか知んないけど、フィッシュチップスだったんだよね。なんかそれで有名な店っていうことだったのかなわかんないんだけど。でね、みんなそれでげんなりして、なんでなんでっていうのが私には分かんなかったんだけどさ。だからそれも大量なわけよ。やたら大量なわけね。だから日本みたいに一人一人のお皿に乗せられて、配られるわけじゃなくて、なんか真ん中にドンと置かれてるっていう感じなのかな。魚の揚げ物ドン、あとはフライドポテトドンみたいな感じでね。で、どうぞっていう感じなんで、
なんかそれでみんなにげんなりしちゃって、みたいな感じだったみたいでさ。なんかほぼ食べてなかったよね。と思って、なんでと思ってさ、もったいないなと思ってさ、すげえ大量にあるのにさ、ほとんど手つけてないんで、なんか1個も食べてないぐらいみんな食べてないわけ。で、私はまあ、さすがに2個ぐらいは食べたかな、食べなかったかなぐらいな感じだけど、1個は食べたよって感じだったかな。で、だからそれっきりで、そっから食べ物にありつけない状態になったんだよね。で、次の食事がその学校のランチみたいな、なんかそんなで。で、学校のランチはね、それが毎日なわけよ。毎日同じそのサンドイッチ、なんかツナサンドみたいな。まあ、2種類ぐらいあったのかな、もしかしてっていう感じなんだけどさ、なんかあんまりわかんないよね、違いがね。で、そのサンドイッチの上に、ミートチョコ。ミントチョコが1個乗せられてて、で、色がね、パンに染みついちゃってるやつな。それが毎日みたいな、感じだったかな。と、天玉さん、フィッシュチップスで黒ビール最高。まあ、ビールは出てなかったから、ビールが出てたらもしかしたらみんな食べたのかしらね。どうなのかしらねっていう感じだね。まあ、その時まだ、未成年の人もいるんで、だからまあ、成人の人は、タバコを吸っていいよ、お酒飲んでいいよみたいのがあるんだけど、未成年もいるんで、なんかその辺の話があった気がしたけどっていう感じだったかな。で、そう、あとはその、チップ文化な。チップ文化がわかんなくて、なんか何パーセントとかって言うじゃんか。そう、何パーセントがわかんないしさ。で、まあ、いくらぐらいだったらいくらぐらいだよみたいな話が最初にあったとは思うんだけどさ、いつもそのいくらぐらいの金額なわけではないからさ、そういう場合にはどうなんだっていうのがわかんなかったりとか、あとは、あれか、バスで移動することがあったのかな、何度かね。で、そのバスが、小銭っていうのなんだけど、お釣りが出ないんだよね。日本みたいにお釣り出ないんだよ。でね、お釣りが出るつもりでさ、友達が、まあ、札っていうのかな。なんか大きい金額で、大きい金額って言っても、なんかすごい大きいわけじゃないけどさ、その小銭ではない金額で払ったんだよね。で、お釣りが出ないんで、お釣りくださいみたいに言ったみたいなんだよね。そしたら、お釣りは出ないって言われたみたいで、よく理解したなと思って。私その会話聞いてても全然わかんなかったけど、すげえな、よく理解したなと思うんだけど、お釣りは出ないみたいだよ、みたいなので、そうなんだってそこで学んでさ、だからちゃんとね、その必要な分だけの小銭用意しないとダメなんだとかさ、まあいろいろ、とにかくね、英語話せないと、どこもかしこもね、全く相手にしてくんないんだよね。だからもうね、本気で泣いてたよね。本気で泣いててよ。だから電話をね、かけたかったわけ。家にね。家に電話をかけたかったんだけど、まあ、その、なんだろうな、途中で変えてくれるところにさ、なんか一旦電話するんだよね。一旦電話して。で、そこで英語なんだよね。で、日本語で話せば、日本語のわかる人に変わってくれるのかと思いきや、違うんだよ。英語話さないから、ダメだこりゃっていうので切られんだよね。で、結局電話できなくて、みたいなことがあってね。いや、海外は本当ね、本当しんどいよなっていう経験があったんでさ、そうだった、そうだったみたいなね。だから言葉通じなくて、で、まあ今はさ、ネットがあるからね、調べればなんとかなるから、昔に比べたらさ、その時代に比べたらさ、ハードル低くはなってると思うんだよね。で、まあいろいろと他の国もさ、わかりやすくしてくれてたりとかは、まああるとは思うんだけどさ、ね、スマホ終了したらもう完全終了だもんね。
いやー、ちょっと難しいな、なんてね、思いつつ、みたいな、今日一日でございました。はい。ごめんなさい。いちいちぐーちゃんが音にね、びっくりするよな。ごめんね。心臓がいくつあっても足りないね、ぐーちゃんはな。ごめんな。お、食べたね。はい。タロットカードタイムでございますので、このシャッフルは皆様のストップの掛け声で止まりますので、ご協力よろしくお願いいたします。で、そう、このカリカリさ、今日もさ、全然朝ごはん食べてなかったわけよ。朝ごはん食べてないからなと思って。で、夕方にさすがにさ、ねえと思ったら、からっていうのかな、だいぶほぼ食べた状態になってたんで、じゃあと思ってさ、普通にあげたんだけどさ、それからやっぱりほとんど減ってなくて、ただね、このライブ前に、食べきってたんで、あ、なくなったよと思ったんで、で、このカリカリタイム用にさ、新しく出してやったんだよね。さすがに今日は食べてないから、食べてないから、食べたな。ケイ様さん、自分も海外で生活した話とか、してみたいな。あーね、そうだよね。してみたいよね。してみたいよね。まあ、そういうネガティブなことばっかり覚えてるかなっていう感じなんだけどね。で、あとは、そうね、何したかな。なんかもう、記憶にないわ、そういう、それしか。泣きを見た話しか記憶にねえなっていう感じだな。お金そうで、その時はなんだっけ、トラベラーズチェックとかいうのがあったけどさ、今ってどうなんだろう、そういうのあんのかな。トラベラーズチェックっていうのが意味わかんなかったんだよね。なんか意味わかんないけど、ほら、ね、使い切っちゃわないと、返金とかないでしょ。そしたら多分使い切らなきゃもったいないんだろうなと思って、なんかお買い物してたような気がするけどね。うーんと、よしさん、日本は小国で、島国、そんな国の言葉で話されても困るのでしょうね。そうだな。せめて共通語である英語は話せてほしいのでしょうね。ねえ、まあでも日本の教育はわざと英語が理解できないような教育をされてるからな。日本人が悪いわけじゃないんだよね。そういう教育をさせたのは GHQ だからな。ね、結局アメリカにやられてんだよな。カニタンさん、海外に行くのはストレスです。ああね、やっぱりそうなんだね。なんか普段ね、経験できないことを経験できるのは、まあいいかなっていうかさ、ちょっと価値観変わるかなみたいのはあるんだけど、まあストレスはストレスだよね。なんかそのさっきの動画見ててもそうだけどさ、まあよくやってるな、偉いな、なんて思いながら、本当見てたけど、私一人でこれは泣いてるよ。泣いてるよ。こんな冷静でいられないよっていう感じだったな。スマホ壊れたとか言って、いや、無理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 。絶対無理とかって思ったね。ていたまさん、特に仕事で海外はストレスかもですね。そうだね。観光だったらまだしもさ、ね、なんか時間に制約がそんなあるわけではないからさ、仕事だとね、なんか時間とかいろいろ制約あるだろうからさ、その中で慣れないことをいろいろやるのはなかなかストレスよね。そうだから、
まあ学校、そのね、ロサンゼルスの学校に行ってる間は、学校の中はね、特にまあそのお昼のお弁当が出るぐらいでさ、あとは楽器弾いてるだけなんでいいんだけど、それ以外の時間だよねっていう感じだったかな。ただまあ、私の場合唯一良かったっていうのかな。その部屋が3人部屋だったんだよね。で、3人部屋で2人はキーボード科だったわけよ。で、私が作曲家で、クラス違うんだよね。なので、キーボードの授業は、半分は午前中でっていう感じで。で、作曲家の人は、その楽器を自分の弾ける、ストップ出てた。失礼しました。自分の弾ける楽器を弾いて、アンサンブルの授業だったんでね、やるっていう感じだったんだけど、クラス違うんで、私は午後からで、だからキーボード科が午前中の日は、作曲家は午後で、で、私が午前中の時は、キーボード科午後でみたいなね、なんか半分半分で、交代の時があってね、で、その時部屋に一人でいられる時間がちょっとあったんでさ、午前中、がちょっと、あの、なんだ、なんていうの、私服の時。私服の時だったなっていう感じだったね。吉井さん、ストップありがとうございます。日本が米国に敗戦したとき、日本語はやめて英語で話すよう勧めたが、日本が日本語には文化がありますと、日本語を押したとのことですよ。そうなんだけど、その教育、なんか英語を使う必要がある人に英語の教育したときは、3ヶ月で話せるようになったっつったね。だからもうそもそも、勉強の仕方が全然違ったっつって、だから日本人であっても3ヶ月で英語をね、習得することはできるって、要はそのね、なんだっけ、勉強のさせ方が、違うんだよっていうのでね。で、まあ、それで日本語も押したっていうのもあると思うけど、その英語の授業の仕方をね、そうやって話せないようなやり方を指導したのは GHQ ね。カニタンさん、そうそう。休日返上で働いていました。偉い。素晴らしい。というわけで、ストップの掛け声いただきましたので、ここから6枚置きまして、7枚目のカード、今の私たちに必要なメッセージいただこうと思います。で、いきますよ。せーの。1、2、3、4、5、6。で、7枚目のカード、本日はこちらでございます。せーの。じゃじゃん。またダイヤルかなって言ったね。なんだろうな、ダイヤルから結構出ますね。これなんかいつもなんか逆位置で出てくる感じがするんだよな。なんかいつもひっくり返ってる感じがするんだよな。これは、肯定じゃなくて、失礼。ほーのカードだったっけね。力のあるリーダーシップのカードだな。タロット、おーでよかったんだっけ。合ってるっぽいな。リーダーシップだけど、逆位置だから、リーダーシップがないよ、みたいな。そういうこと。法の意味。政治、逆位置。規則、規律や道徳心を表すカード。はい。はい。目次。はい。法の基本的な意味。法は規則やルールを守り、正しい道へ進んでいくことを表します。法は権威のある法の番人で、神に近い存在、慈愛に満ちた寛大な心を持ち、人々に真理を与える面倒見の良さも持ち合わせている。実際カードに書かれた場面では2人の修道士に教えを説いています。
神の啓示を伝える存在という点では除教皇と似ていますが、除教皇が神秘のベールに包まれ属世から距離を置いているのに対し、その他、法は人々に寄り添う温かさのようなものを感じさせます。逆位置ですね。逆位置の意味。あなたは頑固で融通が利かず、なかなか他人の意見を受け入れられない状態にあるようです。はい。視野が狭くなり、強引で独りよがりな、振る舞いをしがちなので要注意。権力的な言動が増えると周囲からの信用を失ってしまうかもしれません。自分の言動や思考を振り返り、利己的な考えを、改めていきましょう。はい。意味、シンボルの意味。法を、高く上げた右手は神の祝福。柱、バランスを象徴。冠。天国、地下、世界、教会を表し、知恵の象徴。はい。二人の修道士。この様子は信仰心。はい。で、皇帝、なんだかわかんねえ。違うカードになっちゃったぞ。まとめないな。ちょっとまとめ、他のところでください。何言ってんのゆりちゃんかなたむちゃんかな言ってんのゆりたんかなあれまとめがないぞ。逆位置。なんでいない今度は BL じゃなくて、ガールズタイムが始まってるみたいだな。これにあるかな。まとめください。結局何が言いたいんですか逆位置。片思い。逆位置。ソウルカード。教皇のカードはどういうことないな。あれまとめをくれフランス語で分析なんか、いっぱい出てきたけど、なんでこんな急にいっぱい出てきたのかなまとめがないぞ。ちょっと。はい。なんだよ。もう長いんだよ。文章無駄に長いくせにさ、重要なことが見当たらないんだな。わかりにくいと言われています。2本の柱に座っている。鍵がある。彼が行う儀式。特別である。わかんない。わかんない。もうめんどくさくなった。はい。というわけで本日のタロットカードは、法のカードでした。はい。楽しんでいただけてたら幸いでございます。天玉さん、海外で休日返上で働くのは上級者すぎます。はい、カニタンさんだからできることですな。天玉さん、琵琶湖くんが徳島で1000円旅、ライブしててよ、すげえ。1000円で怪しげなマッサージに入っていて、ずっと画面が真っ黒に。ということ、1000円でマッサージ受けられたの。それで終わっちゃうじゃんね。帰れないじゃんね。よしさん、琵琶湖くん、最近知って見てます。俳優さんは食べ物食べても美味しいとしか言わないけど、琵琶湖くんはまずいと正直に言うので好きで、そうだよね。
だからさ、なんかさ、いいことばっかり言わないとなんかネガティブですね、みたいに言われるんだけどさ、私そんな動画見たくないけど。ただ美味しいしか言わない動画なんか全然見たくないけどって思うからさ。だから自分それやりたくないんでさ、普通に正直に言うんだけど、そうするとなんかね、言葉遣いが悪いだとかなんだとかさ、態度が悪いとかさ、言われるんだけどさ、ねえ、そんな態度が良くてみんなしてさ、なんか美味しいとしか言わない動画しかなかったら世の中にさ、それあなた見たいですか？面白いですかって思うんだよね。そうそう、琵琶湖くんみたいな人がいてくれていいよな。吉井さん、真っ黒な画面になるか怪しいな。だいぶ見てるな、吉井さんな。テンタワさん、ヨッシーさんがご覧になるとは。テンタワさん、琵琶湖くんも、もうマッサージから出てきて、また徳島の街を、漂ってますね。じゃあ今やってるライブなのかな？結構ライブやってんだね。ヨッシーさん、琵琶湖くん、思ったことを正直に、えーっハートで見えない。話すので、なかなか良いですね。だからみんなして同じことしか言わない動画だったらさ、どの人の動画見たってさ、同じなんだからさ、なんかそれ見る価値あるっていう感じじゃんか。なので、いろんな動画があって、いいんだと思いますよ。ね。なんか、琵琶湖くんのね、なんだ、ネタをパクった動画作れないかなと考えてんだけどな。今のところまだ何も思いついてない状態ですよ。ね。まあ、琵琶湖くんを超える動画はちょっと難しいからな。なんか違う琵琶湖くんが取り上げてないジャンルで、琵琶湖くん風テイストでなんか動画作れないかなと思ってんだけど、今ちょっとまだ、アイディアが浮かんでない感じですよ。てんたまくん、フニータくんでそうだな。フニータチャンネルの動画更新できてないから、フニータでやるしかないよな。フニータでなんかねえかね、考え中でございますよ。あとは何かありましたかね。よしさん、確かに視聴率を上げる簡単な方法は人気チューバーのパクリですね。カニタンさん、美味しいという、ボキャブラリーしかないタレントが多すぎますよね。えーっと、ヨッシーがいつも、ぼやいてる。そうなんだ。じゃあ、視聴者の人もね、表向きはそういう、優等生がいいとか言ってるけど、実はね、裏ではなんだつまんねえなぐらいなことは言ってたりとかするもんなのかね。なんかね、ネガティブですねとかって言われるとさ、あんたがねって思うわけよ。だって別にネガティブなことばっかり言ってるわけじゃなくてさ、だから美味しい時は美味しいって言うし、良ければいいって言うしね。で、まあダメな時は、ちょっと残念みたいなね、ことはあるけどさ、悪いことばっかり言ってるわけじゃないのにさ、ちょっとね、美味しいって言わなかったりとかするとさ、何様ですかとか言われるわけよ。何様って言われてもな、俺様だよって感じな。そうね。だからね、そんな見たいですかね。だからそういうところに、一個ちょっとさ、言ったらネガティブですねって言われるのはさ、それはあなたがねっていう感じよね。私は別にネガティブばっかり言ってるわけじゃないんですけど、みたいな、いい感じでございますよ。というわけで、本日も竹縄ではございますが、いいお時間になってまいりましたので、そろそろお開きにさせていただきまして、調子が良ければ11時ぐらいまで毎日のようにやっておりますので、
お時間合うときはお付き合いいただけると嬉しいです。で、私の人生の目的は、私の笑顔で私とみんなを幸せにすることですので、チャンネル登録がまだの方は、チャンネル登録とグッドボタンを押して、スパチャを投げといていただけると、私が笑顔になりますので、よろしくお願いいたします。あと、ご無理でなければ、お友達へのシェアもよろしくお願いいたします。猫出てきた。猫の姿が物足りなかったよって方は、このチャンネルには猫の動画がいっぱいありますので、そちらを全部見といていただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。てなわけで本日もお付き合いありがとうございました。次回も見てくれるかな？はーい。いいとも。じゃんけんぽい。そうだね。温泉行った感想お待ちしてます。ではでは、いい夢見てね。おやすみなさい。バイなら。